マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第7回。 3D の仕事で人気があるのはキャラモデラーなのは今も昔も変わらないわね。でも実際の仕事の現場だとゼロからキャラを作ることはほぼなくて、個体部分は流用することがほとんどなのだ。そもそも一つのゲームに登場するキャラは限られているから仕事の量も実はそこまで多くないわ。むしろ膨大な背景やそれぞれのキャラの衣装とかのアバターや後派モーション属性の方が物量的には比にならないほど多いわ。だから現場でキャラだけをやり続けることって実はそんなに多くないって考えておいた方が良いのだ。特に案件の初期のベンチマークとなるキャラの素体作りはかなりのベテランが手掛けるので、後の量産フェーズはそのテイストを壊さないようにうまく流用しつつ差分を作っていくことになるわ。自宅や協力開発だとその部分はクライアント側でやっちゃうことが多かったり、ナンバリングタイトルなら過去タイトルのモデルをベースにやるから、なおさらゼロベースでキャラを作る機会は少ないのだ。そういう意味では背景やモーションはクリエイティブ要素や自由度はすごい高いと思うわ。処理負荷面やシェーダー表現が活躍するのもキャラよりも背景とかの方がかなり重要だったりするのだ。でもね、それ以上にクリエイティブな業務があることを多くの人が気づいていなかったりするわ。それはシェーダーやツールを作る仕事なのだ。なんでクリエイティブかというと、まず細かい仕様に縛られないということが大きいわね。特にツールに関しては実装されない仕様外の内容だし、比較的汎用的なものだったりするので、案件の仕様に照らし合わせてあーだこーだ言われることもなければ、どっちかっていうと基本感謝しかされないのよね。しかもフィードバックする人がいないし、なんだったら中身見ても何をしてるかわかる人は肌感で 10% 以下なので、細かく修正依頼も来たりすることもないっていう気楽さもあるのだ。もし今後のスキルアップを考える人はぜひ選択肢の一つとして考えてみてね。ただ注意してほしいのは、学生のうちに基本的なモデリングをおろそかにしてスクリプトやシェーダーばっかのポートフォリオを作って就活すると痛い目を見るということね。企業側は若い人には経験を積ませるために OJT として量産業務をほぼほぼさせることになるので、それになんとかついてこられるだけのモデリング技術とか色彩感覚、デッサン力はやっぱり最優先で見るものなのだ。これはたとえテクニカルアーティスト候補生としての採用でもほぼ例外はないのだ。今回はテクニックとパスについてね。たまに一つのシェーダーでもフルダウンでモードを選べることがあるのだ。例えばオパキュー、トランスパレント、アルファカットなどが典型的な例だけど、それがテクニックっていうやつなのだ。そうね。そしてパスというのは各テクニックの中で凌駕する頂点シェーダーやピクセルシェーダーの組み合わせのことね。ちなみにマルチパスというのもあって、代表的なのがアウトラインありのシェーダーなのだ。カラー表示用のパスと後アウトライン表示用のパスが必要なんだけど、多くのノードベースドシェーダーはこのマルチパスができないことが多いのだ。テクニック11、ホワイトランバート中括弧11って筋は、このシェーダーが準拠しているのがダイレクト X11 というところから来ているわ。ホワイトランバートは任意の無字列なので変更可能なのだ。その中にさらに入れ子になってパス P0 中括弧であるけど、これがパスね。今回は P0 だけだけど、マルチパスの場合だとしたら下にパス P1 中括弧を追記していくことになるわね。ちなみにテクニックが複数ある場合は下にテクニック11〇〇中括弧を続けて書いていけばよいのだ。セットラスタライザーステートカッコカルフロントセミコロン、この部分はラスタライザーの指定だけど、意味的にはピクセルの塗りつぶし方を指定している部分ね。カルフロントは事前に定義しているんだけど、要はバックフェイスカリングのことを意味しているわ。ポリゴンは背面を描画しないことで処理が軽くなるので、基本ゲームではこうやってバックフェイスカリングを指定することになるわ。ラスタライザーステートカルフロント中括弧、この部分でラスタライザーステートを定義しているのだ。宣言の仕方は構造体に近いのだ。カルモードって項目で背面表面を指定するけど、フロントってするとバックフェイスカリングになるので、ちょっと直感的には逆なので注意なのだ。次はセットで覚えてね。セットバーテックスシェーダーカッココンパイルシェーダーカッコ VS5 0カンマ VS カッコセミコロン、セットピクセルシェーダーカッココンパイルシェーダーカッコ PS5 0カンマ PS カッコセミコロン、頂点シェーダーとピクセルシェーダーを呼んでいるところだけど、 VS5 0とか PS5 0ってあるのはダイレクト X シェーダーのバージョンって考えてちょうだい。当然 VS4 0や PS4 0っていうのがあるけど、ダイレクト X10 の頃のもので古いから基本使わないわ。今後ダイレクト X12 以降が基準になっていけば新しいバージョンになっていくでしょうね。ちなみにコンパイルシェーダーって部分だけど、これはシェーダーを機械語にコンパイルする処理のことを意味しているのだ。プログラミング経験があればわかるけど、コンパイルすることで機械が理解できる0と1で記述された2進数に変換されるのだ。さあこれで基本的なシェーダーの完成なので、実際にマヤで表示してみましょう。マヤのハイパーシェードでダイレクト X11 マテリアルを作って
作ったシェーダーを読み込んでみるのだ。ついでにディレクショナルライトを作成して、ライトのマインドグループにあるライト0の GUI の部分でその作成したライトを選択してね。こうするとライト情報が反映された表示になるのだ。前回作ったライトの GUI はこんな感じの使い方になるのだ。どうかしら？まだまだ基礎の基礎だけど、思った通りに 3D の表現ができるようになると、これはこれでまた別の楽しみがあるわね。モデリングやテクスチャリングでは絶対できない表現がシェーダーではできるので、ぜひ次のステップに進んでほしいのだ。それでは今回はここまでね。次からはこのシェーダーを拡張していくことにするわ。また次回の動画で会いましょう。